Lors de la centième édition de la Kokufuten, j'ai eu le plaisir de rencontrer Yukio Inami, représentant de la deuxième génération de la pépinière Goyoen, spécialisée dans les pains blancs japonais de Nasu, les Nasu Musume. Nous avons alors convenu qu'après l'événement, mon ami Tetsuyoshi et moi-même irions visiter la pépinière d'Inami-san. Un petit tour de Shinkansen plus tard, nous étions dans la préfecture de Tochigi. 御用園は私の父が、不用園を卒業しまして、50年の歴史があります。で、主に扱っているのが栃木県那須塩原という場所にあるということで、那須御用松を主に、それも種から育てて、未生で作っているのが特徴だと思います。それと近年ですと雪姫もみじという新しいもみじの品種ができまして、それもうちから出たものなんですけど、それも精力的に作っている盆栽園です。五葉松をご存知の方だったら知ってると思うんですけど、八つ房の中の那須娘の親木がうちにありまして、それを未生した那須御用松の苗に、黒松でなく御用松に継いで、純粋な継いだやつから継いだとかいう二代継ぎ三代継ぎでなく、親木から直接継いだ那須娘というものも作っております。これが那須娘です。で、これは先ほども言いましたうちにある那須娘の親木最初の一本です。すべての那須娘のをたどっていくと必ずこの木に行き当たります。特徴としては短い葉っぱが短いこと、先でも増えますけど元から小さな芽が出てくる。旺盛には太りはしません。はい。なので大きな木を作る場合、衣替えとかそういう形になるんですが、コンパクトに、そして密集した短い綺麗な葉っぱで作れるタイプですね。それと、先ほど言いました御用松雪姫以外にも、もともと父が不用縁の出ですんで、臓器がとにかく得意なので、今となっては御用松の本数の方が多いかもしれませんが、臓器類もそれもメジャーでないものも結構あったりして、もし園にお越しになられましたら、いろいろ楽しめるのではないかと思います。あと盆栽作りに心がけていることは、とにかくお客様に遊んでもらえる、楽しんでもらえる木っていうのがまず第一でして、それはやっぱりまだ完成していない木を、ある程度ベースはできているんだけども完成をしていない木をお客さんに盆栽にどんどんいいものに仕立て上げていただくっていうものを主に販売するものにしてはそれを考えております。で、実際に出来上がったものの理想は、松でしたら盆栽を手本にするのではなくて、見たことあると思いますけど、能の舞台の後ろに必ず書いてある陽号の松、あれが松の究極の形だと思うんで、それに近づけるようなもの、盆栽を手本にしてしまいますと、やっぱりその手本になった盆栽を超えることが難しいのではないかという考えがありまして、このように絵ですから存在しない理想形の形、それを目標に、私がそうですね、あと何年生きられで盆栽をやっていられるか、50年は無理だと思います。30年40年かけてそれに近づけるものができたらいいかなと思っております。那須御用松の未生をしているので、段階を踏んでお見せすることができるので、ここで紹介させていただきたいと思います。まずこれが
種をまいて3年です。これが3年。ね。で、これがこうなります。これは5年です。5年、5歳ですね。で、これが針金かかってます。元玉を振ってますけど、これが7年。7年です。だいたいこのぐらいの段階で、どのサイズにするか決まります。で、今はないんで、売れ切りだってなかったですけど、10年ぐらいで、これよりちょっと一回り小さいのもあります。で、これが15年。15年です。で、このぐらいの太さになりますね。で、そして、このサイズが大きく育つやつ、こちら。こちらは未生の約30年。30年。この太さになります。まだ肌は荒れてないですけど、これは私が盆栽をやめる時まで育てようかなと思ってる一樹ではあります。こうやってどんな古い木、どんな名木でも必ず一粒の種から始まります。ですんで、遅いなんてことはありません。ぜひ種をまいて育ててみてください。接ぎ木に関してなんですけども、まあ黒松に五葉松を継ぐ、五葉松に五葉松を継ぐ、2つあると思うんですけども、まあ古いものは結構黒松に継いである、代表的なのが宮島五葉ですけど、なぜ黒松に継ぐかというと、正直不思議なんですけど、黒は多分水を吸う力だと思うんですけど、五葉松を黒松に継いだ方が継ぐ確率は高いです。ね、でうちは先ほど言ったナス娘を継ぐのは五葉松に継ぎます。それはもちろん継ぎやすい黒松にするのもいいでしょう。もちろん地域的に五葉松の根っこで五葉松やつぶさが耐えられない地域国があるのも間違いはないです。ただうちは五葉松に継ぐ。それはなぜかといえば古くなってきた時に黒松と五葉松ですと肌の荒れに差が出てしまう。五葉松でしたら差は少ない。で本当に古く10年20年50年と育てていくにあたってやっぱり見栄えであったり本当にいいものを作ろうと思えば五葉松に継ぐだ方がいいものができるのではないかという、もちろん黒松に継ぐことを否定はいたしません。ただこれは私のポリシーの話になると思うんですけど、今うちにある随章がこれしかなかったんでこれで説明させてもらいますけど、これはここで継いでますね。で下は五葉松です。でね、随章も八つ房の一種ではあるんですが、先で増えやすいんですね。これはまだ若いんで元から吹いてますけど、ただ随章の場合は非常に大きくなりやすい。ですんで、すごく大柄な木を作るのにはとても向いています。そして葉っぱも短いので、大きくて葉っぱが短い。というと、ただでさえ大きいんですけども、より巨木感を出すことができるので人気の種類とも言えます。思うんですけど、五葉松は五葉松の下から上まで肌であるほどが私は美しいと思っているので、そのように五葉松ナス娘でも何でも八つ房でしたら五葉松に継ぐということを心がけております。でまた先ほどお話ししたナス娘の親木から直接継いだ初代継ぎ、継いだものから継いだ2代継ぎ、さらに継いだ3代継ぎという話がありましたが、やはり継いだものが全て同じ発祥になるかというと意外とそうでもない。それはおそらく血が混じる、人間で言えば血が混じってそちらの親木代木の方の血が混じるのか親木とはちょっと差が出てしまうっていうのがあります。ですから黒松ですとやはり強い水水とエネルギーがあるので、ナス娘であっても葉が強くなってしまう。せっかく娘という可愛らしい名前があるのに強い娘さんになってしまう。そうするとらしさが失われてしまうっていうのがありまして、五葉に継って継いだもので血が混じったものから血が混じったものってなると
どんどん親木から小が離れていくっていうことになってしまうので、やっぱり親木から直接継ぐという意味合いは非常に大きいと思います。まず八つ房というものに話があったんで、それについて話したいんですけども、八つ房っていうのはそもそも、芽吹きが多くて、芽吹きが多いからこそ短くなるんですけど、芽吹きが多く葉生が短く、そして特筆すべき葉生であった場合に名前を付けたもの、それが八つ房になります。で、その中でそういった中でこういったものができてきまして、これは日本の新潟県で、約50年以上ちょっと前になるんですかねに作られた八つ房名鑑ですね。一言に八つ房といってもこんなにあります。で、正直なところもう半分以上はもう分からなくなってると思います。で、皆さんねご存知だと思うのは随所、九重、明星、この辺が有名なんじゃないでしょうかね。で、うちにあるのはこの先ほど言った親木がある那須娘、あとはうちにあるのは、チャウスというのもあります。あとは蓬莱、これは福島の御用ですが蓬莱、あと何があったかな、あと随光もあります。あと那須小町はこれには載ってないんですよね。あともちろんあった那須小町、ここに言いました那須小町。で先ほど申し上げましたようにこれは50年ちょっとぐらいの前のものなんで、それ以降に出た八つ房っていうのもございます。東福島の御用松の小国宝なんていうのはこの中には載っていません。だからこれ以外にもあることは確かですが、これに載ってるもの結構指針になるんではないかと思います。特に思い入れのある木なんです。今ね針金かかってなくてちょっと枝持ち上がってますけど、これは那須御用松の山鳥で300年以上の樹齢が立ってます。で丸幹で、そしてなかなか言いづらいんですけど、今流行りの盆栽ではなくて昔ながらの盆栽の形を保っている木だと言えます。葉っぱもね決して悪くない、いい方ですし、何よりもね丸幹で、山鳥で丸幹ってなかなか珍しいんですよ。要はねちょっと楕円になってしまったりってこともあるんですけど、これは本当にまん丸の丸幹だ、本当に理想とする古典の盆栽の姿の木なんじゃないかなと思って、私特にこの木気に入っております。ご覧いただいたのが御用園の魅力を少しでも分かっていただけたと思います。もし日本に来られることがあったらお気兼ねなくご来園いただければ幸いでございます。ありがとうございます。